やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、TUNU の新作、キマ。ダナといえば、比較的高価格なイヤホンを展開する、高級ブランドのイメージが強いかもしれないけど、その陰で、1万円くらいの、ちょっといいイヤホン入門にちょうどいいクラスでも実績を残しているブランドだ。直近だと、ダナティタン S は、10mm の液晶ポリマー振動板を備える1ダイナミックドライバ機。ものすごい平たく言うと、定番の仕様、音色でありながら、外観的にも魅力的な、安くていい音の定番機の一つとなっている。今回登場した、ダナキマは、そんなダナのエントリークラスの1台で、ティタンズに近い仕様を持っている。ただし、もちろんティタン S の焼き直しではない。詳しく見ていこう。キマは、10mm のダイナミックドライバーを備えた、最もオーソドックスな仕様のイヤホンの一つ。ここは、先行して発売され、好評を得ている、ティタン S と同様で、デザインとある重要な要素が異なる、1ダイナミックドライバーの定番機になれる1台だ。今回登場したキマの要素の中で、ティタン S と異なるのが、カーボンナノチューブ振動板を採用していることだろう。この価格帯でも多く使われている振動板の一つで、感触傾向、反応の良い音、高質な音に得意な部分を持っている振動板だ。10mm ということで、高音、低音ともに表現力があり、また、サブベースの表現力もある。金属製の本体は、なし地加工で手垢や指紋が浮きにくい仕様。しっかりと重量感のある仕上げで、残響などは控えめだ。画像では、寸胴形状の珍しいイヤピがついているけど、もちろん、通常のイヤピもしっかりついてくるので、そこは安心して大丈夫。ノズルにはちゃんと角度がついている。おまけに、本体形状も、耳に触れる部分はしっかり丸みを帯びた形状になっているので、何の問題もなく装着することができるだろう。ノズルの長さなんかも適正で、良い装着感のモデルだ。付属のケーブルアーは、銀メッキ線の見栄えのするもの。標準状態と、ケーブル変更時の音色は結構変わる。音色の変化については、音色についての部分でまとめて触れよう。ピンクオレンジの、おしゃれで余裕のあるセミハードケースが付属する。実用的で、この価格帯のイヤホンに付属するケースとしては、優秀な部類に入ると思うぞ。外装もずっしりと重みのある金属製。それ以外も見栄えする付属品と、初期状態でしっかりと高級感を感じられる仕上がりになっている。低価格ながら、まんべんなくコストをかけられているな。さて、いかに見栄えが良かろうと、音質が悪くちゃ話にならない。内装に触れて、それから音質について触れていこうか。キマの内部には、1台の 10mm 直径のダイナミックドライバが収まっている。そのダイナミックドライバは、デュアルチャンバー構造の中に収められていて、デュアルチャンバー、つまり、二重に部屋を持つ構造は、低音域、サブベースあたりに奥行きや臨場感を与えることが得意な構造だ。このデュアルチャンバー構造、現在、国内でも販売されている、ダナティタン S でも、同様の構造が採用されているな。ただし、ティタン S とキマは、採用されているドライバが異なる。ティタン S は 11mm の LCP 振動板ダイナミックドライバ。対して、キマは、10mm のダイヤモンドライクカーボン振動板だ。これに、強烈な磁石や磁気回路を組み合わせたものが、キマとなる。つまり、低音域に深みを持たせる、デュアルチャンバー構造と、上位機種に負けない、強力な磁力を備えたカーボンナノチューブ振動板を持つダイナミックドライバの組み合わせ、エントリークラスながら、手を抜いているところは見つけられない。サブベース域の対応力を誇るように、本機のスペックは、5Hz から再生できることを謳っている。とはいえ、サブベースだけドッカンなるわけではなく、全音域のバランスが良い中で、しっかり深みのある音が鳴らせるイヤホン、というわけだ。というわけで、いよいよ音色に入っていこう。キマの第一印象は、カーボン系素材を採用しているにもかかわらず、かなり暖色な印象。ただ、これはケーブルも影響しているようで、手持ちのケーブルに変えてやったら、あっさりと印象が変わるのが面白い。キマに採用されている、ダイヤモンドライクカーボン振動板は、さっきから何度か言及したように、感触傾向、引き締まりのある音が得意なダイナミックドライバだ。なんだけど、初期状態のキマは、若干の暖色感があり、それほど鋭い音が得意な印象はないんだよな。対して、キマは、
高音域の鮮明さなどにブレーキがかかっていて、通常の樹脂振動板のような、落ち着いた高音域となっている。ただし、それはリケーブル前の状態の話。似たようなスペックの、ただ、純度がより高めの洗剤と合わせてやると、一気に高音域が伸びるようになり、いかにもダイヤモンドライクカーボン振動板な音にシフトする。個人的には、後者の方が全体的に音色が引き締まるので好きだな。ケーブルを変更した状態でも、それ以外の状態でも、バランスが良く、細かなところに神経の届いたイヤホン、という印象を受ける。高音域、中音域、低音域、どこも粗さがなく、やはりバランスの良いだけでなく、完成度の高いイヤホンというと、この価格帯くらいから、という印象を抱くな。高音域は、ケーブルなどで簡単に音が伸びるように変更できるので、そういった面で微調整しながら遊ぶ一台としても印象が良い。となると、同じダナのチタン S との差が気になるんだけど、両者の違いは、初期状態ではかなり調整によって減らされていて、どちらもお行儀の良い一台、というところが第一印象だろう。ただし、ケーブルなどの環境を変えてやると、チタン S は、より中低音域あたりの厚みが増し、キマより高中音域あたりの華やかさが増す。これはイコライザーへの反応でも同じようなところが得意な印象があり、キマはどの音域でもしっかりとイコライザに反応するんだけど、特に高音域から中音域にかけての反応が良い印象だ。空間は適度に広い、狭いとも広いとも感じない。自然な感じだ。まとめると、ドライバーの特性を結構抑えた、優等生な第一印象。破綻する音がなく、違和感を感じる音がない。落ち着きつつも性能の高さを伺える仕上がりだ。ドライバーの素材の特性を出したいなら、リケーブルをおすすめしたい。結構印象が変わったぞ。全般的にイコライザにも対応でき、ジャンルも選ばないけど、ダイヤモンドライクカーボン振動板の特性なのか、高中音域あたりは特別よく変化する印象だ。また、サブベースまでしっかりと出ており、ここもジャンルを選ばないイヤホンに慣れてる要因だと思うな。全般に、完成度が高くて、それでいて、ダイヤモンドライクカーボン振動板の印象が顔を覗かせて、しっかりと、この価格で、ちょっと良いものを、という需要に、全力で応えた一台だと思う。先発のモデルとも、素材分しっかり差別化されていて、ちょっと良い、オーソドックスなモデルで、より感触傾向の音が好きになるかも。という人におすすめしたいイヤホンだ。あ、そうそう、このイヤホン、ついに DUNU にも美少女パッケージが上陸してきている。しかもめちゃくちゃいい絵描きさんがついてるな。パッケージに釣られるんじゃないぞ。音の好みで選べよ、音で。と、こんなところだな。ダナのこの価格帯のイヤホンといえば、そりゃもうチタン S が真っ先に浮かぶので、同じようなコンセプトで作られたキマは、振動板こそ違うものの、うまく差別化できてるかなと思いながら始めたレビューだった。結果として、ドライバーの特性分、寄せつつも明確な差がある、という、標準仕様でありながら、しっかり価格分良い音を聞かせてくれる、DUNU のエントリーらしさと、きちんと顔を覗かせるキマらしさ、という良好なバランスだったぞ。本当にこの価格帯の中堅1ダイナミックドライバーはライバルが多すぎるな。といったところで今回はここまで。